今回は人参を使った体に優しい常備菜キャロットラペの作り方をご紹介します。キャロットラペといってもいろいろな作り方があって、ドレッシングで合わせたものやいろいろ具材が入っていたりするレシピもありますが、今日は一番シンプルなレシピで作りたいと思います。最後にアレンジレシピもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。最近出回ってきた今が旬の新人参で作っていきます。今日はスライサーを使って細切りにしていくので、削りやすいように太めの人参を選びました。2本で 340g くらいです。小さめの人参で作る場合は3本用意してください。今日はスライサーで細切りにしていきますが、包丁で切っていただいても構いません。スライサーを使うと細さも均一になって仕上がりも綺麗な上に時短にもなるのでとても便利です。人参は洗ってからヘタを切り落とします。人参の皮は剥いても剥かなくてもどちらでも大丈夫。皮付きの方が栄養的にはいいんですが、皮の部分の色がくすみやすいので、今日は見た目も重視したいということで皮は剥いて作ります。皮は後で別のものに使いたいと思います。スライサーとボウルを用意します。削るときにボウルが動かないよう下に濡れ布巾を敷くと安定します。スライサーは力が入ってもぶれないように底につけたままの状態ですりおろしていきましょう。スライサーと人参を垂直にしておろすと切れた人参が短くなってしまうので、なるべく寝かせて鉛筆を削るような感じで削っていきます。このスライサーは押した時も引いた時も両方から下ろせるんですが、一定方向にグッと押す感じで力を入れながら下ろすと裏面の目が絡まりにくくなるので下ろしやすいです。下ろしている途中でボールの向きを変えると一部に溜まって削りにくくなるのを防げます。小さくなってきたら削るのが怖いので、ある程度削ったらストップしましょう。人参は向きを回しておろす面を変えていくと平均的に削れます。最後の小さくなってしまったものは包丁で細かく切りましょう。もしくはそのまま食べてしまっても大丈夫。2本分削り終わりました。次は塩もみをします。まずは小さじ1/3の1くらい入れましょう。この塩は人参の水分を抜くための塩と味付けのための塩の2つの意味があるので、しっかりここで塩を揉み込みます。時間がある場合はここで5分から10分くらい置いておくと自然と水が出てきます。時間がなくて今すぐ作りたいという時はこのまま体重をかけてしっかり揉んでいると水分が出てきます。だんだんテカテカしてきて水分が出てきました。ここで一度味を確認します。少し絞って水分を抜いた状態で味見をしてください。使っている塩や人参の水分量によっても塩の濃さは変わってきます。少し塩気が足りなかったので小さじ1/4くらいプラスしました。
ここで美味しいと思えるくらいの塩分にしておきましょう。この後にオリーブオイルとレモンで味をつけ、風味を足していくんですが、油が入った後に塩を入れても、塩は油に溶けにくいので、味が分かりにくくなってしまいます。なので今何も入ってない状態の時に塩分量を決めておくようにしましょう。再度味見をします。もししょっぱくなってしまったら、水にさらして塩分を抜いてください。お漬物よりも少し優しい塩分量で、しっかり塩味を感じるぐらいになればいいと思います。味が決まったら今度は水分を絞ります。結構水分が出ていますね。ボール状になるぐらいまで両手で思いっきり絞り水分を抜きます。しっかり水分を絞り切ったら OK です。余った水分の量は人参によって変わってくるので、少ない場合もあれば多い場合もあります。しっかり絞った状態にしてください。この絞り汁も後で別のものに使いたいと思います。先ほどと同じボウルで調味料を合わせていきます。リンゴ酢は大さじ2。お酢やレモン汁などで作っていただいても大丈夫です。生の人参にはビタミン C を破壊する酵素が含まれています。リンゴ酢などの酸を加えることで失活するため、ビタミン C の破壊を防ぐことができるんです。蜂蜜はほんの少しだけ。甘みはお好みで増減してください。別の甘味料で代用も大丈夫です。黒胡椒を少々とオリーブオイルを大さじ1入れます。ホイッパーやフォークなどでよく混ぜます。今回のレシピは一般的なキャロットラペよりオイルが少なめなんですが、このように混ぜて乳化させることにより、少ないオイルでも滑らかに美味しく仕上げることができます。人参に含まれるベータカロテンは脂溶性ビタミンのため、オリーブオイルなど油と合わせることで吸収率が良くなりますよ。調味料が混ぜる前より白っぽくなれば OK です。人参をほぐしながら加えます。あとは混ぜるだけです。人参に含まれるビタミン A は皮膚や体の粘膜を丈夫にし、強力な抗酸化力が免疫力を高めてくれます。最近は暖かくなってきて紫外線も出てきているので、日焼けによるシミ、そばかす、口内炎や乾燥肌にも効果があります。目の疲れやドライアイ、視力の低下予防に効果が期待できる優秀な食材です。ここでも味見をします。酸味が効いて美味しければこれで完成。酸っぱすぎると感じたら、蜂蜜かオリーブオイルを少し足して味を調整してみてください。完成です。キャロットラペのラペというのはフランス語で千切りや細切りという意味なんです。人参の千切りサラダというイメージですね。いただきます。酸味が効いていて人参の美味しさもダイレクトに感じられて美味しいです。
人参特有の土臭さも感じないので、人参嫌いなお子様も食べやすいと思います。保存期間は冷蔵で1週間。リンゴ酢の効果で食前に食べれば血糖値の上昇も防げます。他にも血圧低下や内臓脂肪の蓄積を抑制する効果が期待できます。お肉やお魚の付け合わせにもおすすめです。次は簡単なアレンジレシピもご紹介します。個人的に好きなアレンジはレーズンとくるみを加えるキャロットラペ。レーズンの甘みと酸味、くるみのカリッとした食感がアクセントになったアレンジです。東洋医学の観点から見ても、女性が不足しがちな血を補う人参とレーズン、腎を補うくるみが入っているので、薬膳ラペと言ってもいいかもしれません。簡単なアレンジでおしゃれなデリ風おかずに変身します。次はお弁当のおかずにもパンやおにぎりとも相性がいいアレンジ。ツナ缶の汁はしっかり絞っておきます。ゆで卵は小さく切ってから入れましょう。マヨネーズとお塩1つまみ、黒胡椒を入れたらよく混ぜます。おにぎりやパンに入れる場合は少しお塩を強めにして味を濃くしておいた方がいいと思います。ツナと卵でタンパク質もしっかり補える一品。ツナのうまみ、そしてマヨネーズのクリーミーさが見事に一つにまとまります。パンに挟むのはなんとなくイメージがつきやすいと思いますが、おにぎりは人参入りのツナマヨ味といった感じで意外と美味しいんです。最後は先ほど余った人参の絞り汁と人参の皮でドレッシングを作ります。絞り汁は 100ml、人参の皮は2本分。みりん、お醤油、オリーブオイルを小さじ1杯ずつ入れます。最後に黒胡椒を入れたらミキサーやブレンダーで混ぜるだけです。混ぜた後に味見をしてみて塩気が足りないと思った時はお塩を足して調整してください。完成です。アレンジしたものはどのレシピも5日から1週間ほどで食べきるようにしましょう。どのレシピもとても美味しいのでぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。